バターチキンカレーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、バターチキンカレーを作っていきたいと思います。今回はですね、お肉がとても柔らかくてコクのある美味しいバターチキンカレーに仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。まずはじめにですね、鶏もも肉はヨーグルトで漬け込んでいくんですが、その時に使う材料からご紹介していきます。材料はこちらです。鶏もも肉、プレーンヨーグルト、生姜、ニンニク、カレー粉、蜂蜜、塩、こちらの材料を使って作っていきます。まず鶏もも肉ですね。こちら約 300g の鶏もも肉になります。こちらは目安にしてみてください。そしてヨーグルトですね。こちらは必ずプレーンヨーグルトを使ってください。水切りはしなくて OK です。そしてニンニクと生姜ですね。こちらはすりおろして使うんですが、もしですね、生のものを使うのが面倒だなという時は、こちらはチューブタイプで代用していただいても OK です。あとは蜂蜜ですね。もし蜂蜜がダメな場合は、こちらはお砂糖などで代用してください。上白糖などを使う場合は小さじ1杯入れるようにしてください。それでは続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。トマトの缶詰、牛乳、お水、玉ねぎ、有塩バター、ウスターソース、蜂蜜、料理酒、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。まず玉ねぎに関しましては、こちら1つで約 160g になります。だいたい160から 200g ぐらいの玉ねぎを使っていただくといいかなと思います。そしてこちら側にもね、少し蜂蜜を加えていきます。こちらも同じように、もし蜂蜜がダメな場合はお好みの等量を使って作ってください。こちらの量に関しましては、だいたい小さじ2杯から大さじ1杯ぐらいを目安に入れてみてください。そしてトマトの缶詰ですね。こちらカットタイプとホールタイプがあると思うんですが、今回はホールタイプを使います。ホールタイプの方が旨味が強いので、ホールタイプの方がおすすめです。ない場合はもちろんカットタイプで作っていただいても大丈夫です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにこちらニンニクの芽を取り除いておきます。こちらはえぐみの原因になるので、必ずニンニクの芽は取り除くようにしてください。ニンニクはこれで OK です。それでは続いて鶏もも肉の下処理をしていきます。こちらはですね、余分な皮、余分な脂、あとはこういったね、飛び出てる筋などを取り除いていきます。まず皮ですね。広げた時に飛び出てる皮はね、余分なのでこちらは取り除きます。あとは脂身ですね。ちょっと黄色っぽくなってるものは特にね、臭みの原因になるので、きちんと取り除くようにしてください。あとはね、このようにちょっと飛び出てる筋ですね。こちらもきちんと取り除きます。はい、このように下処理してください。あとはこちらをね、一口大に切っていきます。切る時もですね、このように広げて真ん中にね、分かれ目があると思うんですが、まずそこを切ります。そうすると肉々しいももの部分と、あとはすねの部分ですね。こちらちょっと筋っぽくなってる歯ごたえのある部分、こちらの2つに分かれます。このように切り分けていただくと食べた時の歯切れが良くなります。あとはこちらを少し大きめの一口サイズに切っていきます。お肉はこのように切ってください。そしたら続いてポリ袋を用意してください。こちら口を広げます。そしてここにまず鶏もも肉を入れてください。続いてここにヨーグルト。ヨーグルトでね、お肉を漬け込むとお肉がとても柔らかくなります。あとはここに塩と、あとは蜂蜜小さじ1杯ですね。蜂蜜も一緒に入れていただくとお肉がとてもジューシーになります。続いてカレー粉を入れます。あとはね、ニンニクと生姜をすりおろしていきます。こちらね、先ほども言いましたが、チューブタイプのね、ニンニクと生姜を使っていただいても OK です。その場合はだいたい小さじ1/2ずつ入れてください。続いて生姜ですね。はい、このようにポリ袋に入れてください。そしたらですね、こちらをよく揉み込んでください。均一になるようにね、しっかり揉み込みましょう。はい、よく混ざれば OK です。そしたら空気を抜いて口を縛ります。
あとはこちらをバットなどに置いて冷蔵庫で30分漬け込んでください。1時間以上漬け込んでいただいても大丈夫です。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。こちらはみじん切りにしていきます。まずはじめに半分に切って、あとは切りやすい方法でみじん切りにしてください。では切っていきます。芯はね取り除いてください。こちら側も同じようにみじん切りにしていきます。玉ねぎはこのようにみじん切りにしておいてください。はい、30分漬け込み終わりました。それでは今からねカレーにしていきたいと思います。それではまずねフライパンで玉ねぎを炒めていきます。まずサラダ油を入れてください。そして火にかけます。火加減は中火です。これで一度全体に広げます。広げたらここに玉ねぎを加えます。続いてここに料理酒を加えてください。そうすることで玉ねぎが素早く飴色に近い状態に仕上がります。しっかりね玉ねぎを炒めていただくことで旨味がアップしてとてもね美味しい仕上がりになります。さっと混ぜたら火加減強めの中火です。これでしっかりめに炒めていきます。なんで料理酒を入れるかというと、料理酒にはね塩分が入ってます。塩分が入ることによって玉ねぎから水分が出やすくなって、その分早くね飴色玉ねぎ風に仕上がりやすくなります。はい、こんな感じで玉ねぎにねだんだん焼き色がついてきます。もうちょっとしっかりめに炒めていきます。はい、今ねだいたい3分ぐらいしっかりめに炒めました。このように薄くね茶色っぽくなれば OK です。そしたら一旦火を止めてください。火をつけた状態でも大丈夫なんですが、火を止めてやっていただいた方がね焦らずね安心して作れると思います。そしたらここにまずトマトの缶詰を入れます。ちょっと弾くのでやけどしないようにだけ注意してください。続いてここにコンソメ、あとは蜂蜜、そしてウスターソース、こちら隠し味ですね。ウスターソースがない時は中濃ソースでも OK です。そして漬け込んでおいたお肉とヨーグルトなどをこのまま入れます。ポリ袋がねフライパンにくっつかないようにだけ注意して入れてください。このタレもね全部入れましょう。あとはお水です。これで一度火にかけます。火加減は中火です。このままホールトマトを崩しながら一度こちらを沸騰させてください。この時硬い芯の部分はね取り除きましょう。はい、くつくつ沸騰してきました。そしたら火加減弱火にします。そして蓋をしてください。蓋をしたらこのまま20分煮込んでいきます。はい、20分経ちました。加熱している最中は焦げないように時折蓋を開けて混ぜながらね加熱してください。今20分経った状態です。このようにとても美味しそうに煮込まれてます。そしたら最後仕上げですね。こちらにバターを入れます。あとは牛乳を回しかけてください。そしてよく混ぜましょう。火加減は中火にしてください。はい、でくつくつ沸騰したらこのままだいたい2分ぐらいですね少し煮詰めます。この時も焦げないように時折混ぜながらね加熱してください。はい、これで OK です。火を止めます。これでバターチキンカレーの完成です。このようにね美味しそうに仕上がりました。だいたい2人分から3人分ぐらいの量になります。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでバターチキンカレーの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はこちら分量外ですが、上にパセリとあとはコーヒーフレッシュをね少しかけてます。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。味わいにコクがあってすごく美味しいです。お店で食べるようなバターチキンカレーに仕上がってます。では続いてお肉も一緒にいただきます。お肉もねすごく柔らかいです。はい、とい
いうことで今日も美味しく仕上がりました。今回のバターチキンカレーのポイントです。まずお肉なんですが、こちらはヨーグルトで少し漬け込んでください。そうすることでお肉がとても柔らかい仕上がりになります。漬け込む際に一緒にね、ニンニク、生姜、カレー粉、あとは塩、そして蜂蜜を少し加えてみてください。そうすることでお肉にもね、しっかり下味をつけることができます。蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。その場合はだいたい小さじ1杯ほど入れて作ってください。そして玉ねぎに関してなんですが、こちらはみじん切りにして少ししっかりめに炒めてください。ちょっと炒めてね、焼き色をつけることで玉ねぎの旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。炒める時なんですが、料理酒を少し加えていただくと玉ねぎの水分を早く出すことができます。なので料理酒を少し加えて炒めてみてください。そして玉ねぎを炒めたら、あとはね、バターと牛乳以外の調味料などを入れて、そして漬け込んでおいたお肉を入れてください。お肉を入れる時はですね、ポリ袋がフライパンにくっつかないように気をつけながらね、入れるようにしてください。あとはね、やけどにも十分に注意していただけたらと思います。そしてその後一度沸騰させて、沸騰したら火加減弱火にして、そのまま蓋をして20分ほど煮込んでください。煮込んでる最中は焦げないように時々混ぜながら煮込むようにしてください。そして煮込み終わった後は最後仕上げに牛乳とバターを入れてください。この2つを最後に入れることでとてもまろやかでコクのある仕上がりになります。あとは今回ね、ご飯と一緒に盛り付けたんですが、ナンをつけてね、食べていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバターチキンカレーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。